こんにちは、ロック204チャンネルです。この動画では、Python の GUI 作成ツール、ページを使って、Excel ファイルから近電図データを読み込み、グラフとして表示するアプリケーションの作成方法を解説していきます。プログラミング初心者の方でもわかりやすいように、ステップバイステップで進めていきますので、ぜひ最後までご覧ください。まず、こちらが今回作成するアプリケーションの完成イメージです。ページのビジュアルエディター上で、このようにウィジェットを配置していきます。上からファイルパスを入力する欄、データを読み込むボタン、波形の表示形式を選ぶラジオボタン、移動平均処理を選択するコンボボックス、そしてグラフを表示するための2つのフレームで構成されています。ページで GUI をデザインし保存すると、このようにいくつかのファイルが自動的に生成されます。emg.tcl がデザイン情報、emg.py が GUI の骨格となるコードです。そして、私たちが実際にプログラムのロジックを書き込んでいくのが、この emg_support.py というファイルになります。こちらが実際にプログラムを動かした時のイメージです。左の画面は、リードデータボタンを押して、Excel のデータを読み込んだ直後の状態です。生の近電図データである、原波形が表示されていますね。真ん中の画面は、整流波形のラジオボタンを選択した状態です。グラフが瞬時に切り替わり、マイナスだった部分がプラスに反転しているのがわかります。これにより、近かつ銅の大きさだけを見ることができます。そして右の画面が、さらにコンボボックスから、移動平均を選択した状態です。ギザギザだった波形が滑らかになり、近かつ銅全体のトレンドや強弱が、より視覚的に捉えやすくなりました。このように、ユーザーの操作に応じてインタラクティブにグラフが変化するのが、このアプリケーションの大きな特徴です。こちらは自動生成された emg.py の中身です。ウィジェットの配置や設定に関するコードが記述されています。基本的に、このファイルはページが管理するものなので、私たちが直接編集することはありませんでした。アプリケーションを作る際、すべての機能をゼロから自分で作るのは大変です。そこで、よく使われる便利な機能を集めた、ライブラリーという道具箱を利用します。今回は、その中でも特に重要な3つの道具について解説します。Pandas は、Excel や CSV のような表形式のデータを、Python で非常に簡単に扱うためのライブラリーです。大量のデータを読み込んだり、特定の条件でデータを抽出したり、計算したりするのが得意です。Matplotlib は、データから折れ線グラフ、棒グラフ、散布図など、様々な種類のグラフを作成するためのライブラリーです。グラフの色や線の太さ、ラベルなどを細かくカスタマイズできます。Figure Canvas TKAC は、Matplotlib が描いたグラフを、低キンターが理解できる、ウィジェットという部品の形式に変換してくれるものです。この3つのライブラリーが連携することで、Excel のデータを読み込み、それをグラフにして、アプリケーションのウィンドウに表示するという一連の流れが実現できています。次に、プログラムの様々な場所から参照できるように、グローバル変数を設定します。def という変数には、Pandas で読み込んだ Excel のデータを格納します。Canvas1 と Canvas2 は、それぞれ emg1 と emg2 のグラフを描画するためのキャンバスとして後ほど使用します。こちらがアプリケーションを起動したときに、最初に実行されるメイン関数です。低キンターのウィンドウを生成し、そのウィンドウ上にページで作成した GUI 部品を配置しています。そして最後に、initialize_GUI という関数を呼び出して、GUI の初期設定を行っています。initialize_GUI 関数の中身を見ていきましょう。この関数では、アプリケーション起動時の画面の初期状態を設定します。まず、ラベル1のテキストを、読み込みファイルを入力してくださいに変更し、エントリー1、つまりファイルパスの入力欄には、あらかじめサンプルのファイルパスを表示させておきます。また、ラジオボタンは、弦は K が選択された状態になるように設定します。続いて、コンボボックスに、移動平均処理なしや、7項移動平均といった選択肢を設定し、初期状態では、移動平均処理なしが選ばれているようにします。そして最も重要なのが、
各ウィジェットのイベントと、それに対応する関数の紐付き家です。リードデータボタンが押されたらリードアンダーライン&アンダーラインプロットアンダーラインデータ関数を、ラジオボタンやコンボボックスが変更されたらオンアンダーラインセッティングズアンダーラインチェンジ関数を呼び出すように設定します。では、リードデータボタンが押された時に呼ばれるリードアンダーライン&アンダーラインプロットアンダーラインデータ関数です。まず、入力欄からファイルパスを取得し、Pandas のリードアンダーライン Excel を使って Excel ファイルを読み込みます。その際、ファイルに必要な SEC、EMG1、EMG2 という列が存在するかを確認し、もしなければエラーメッセージを表示して処理を中断します。問題がなければ、プロットアンダーライングラフズ関数を呼び出してグラフを描画します。ファイル読み込みにはエラーがつきものです。ここでは、指定されたファイルが見つからない場合のファイルノットファウンドエラーと、それ以外の予期せぬエラーが発生した場合の例外処理を記述しています。エラーが発生した場合は、メッセージボックスでユーザーに知らせます。こちらは、ラジオボタンやコンボボックスの値が変更された時に呼び出されるオンアンダーラインセッティングズアンダーラインチェンジ関数です。この関数の役割はシンプルで、もしデータがすでに読み込まれている状態であれば、プロットアンダーライングラフズ関数を呼び出して、新しい設定でグラフを再描画するというものです。いよいよ、このアプリケーションの心臓部、プロットアンダーライングラフズ関数です。この関数が、実際のデータ処理とグラフ描画を担当します。まず、データがまだ読み込まれていない場合は、処理を行わずにメッセージを表示します。次に、元のデータを変更してしまわないように、グラフ表示用にデータをコピーします。そして、ラジオボタンの選択状態を取得し、整流波形が選ばれているかどうかを変数に格納しておきます。データ処理の続きです。整流波形が選択されている場合は、データの絶対値を取ることで、マイナスの値をプラスに変換します。その後、コンボボックスで移動平均が選択されていれば、ローリングメソッドを使って指定された項目数で移動平均を計算し、波形を滑らかにします。データ処理が終わったら、いよいよグラフの描画です。まず、すでに表示されている古いグラフがあれば、それを一度クリアします。次に、マトプロッティブのフィギュアオブジェクト、つまりグラフの土台となる画用紙を作成し、そこに EMG1 のデータをプロットします。X 軸と Y 軸のラベルを設定しグリッドを表示させたら、フィギュアキャンバス TK アックを使ってテイキンターのフレーム1にグラフを埋め込み、表示します。EMG1 と同様に、EMG2 のグラフも作成し、もう一方のフレームに表示します。これで、Excel ファイルを読み込み、表示形式や移動平均の処理をリアルタイムに切り替えながらグラフを確認できるアプリケーションが完成しました。今回は、ページを使って筋電図グラフを表示するアプリケーションの作成方法を解説しました。この動画が皆さんのプログラミング学習の助けになれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。今回は、ページを使用した筋電図波形表示プログラムを作りましたので紹介します。ページを使用し、GUI 画面にラベル、エントリー、ボタン、ラジオボタン、キーコンボボックス、フレームを配置し、これに筋電図の波形を表示します。こちらがページで作成したコードとなります。コードはメインの EMGPy と EMGSupportPy の2つのファイルとなります。それでは、修正したプログラムを実行してみましょう。起動時はこのような画面が表示されます。ここでエントリーに筋電図のファイルパスを入力します。読み込む筋電図のファイルは、Excel ファイルとして保存したものを使用します。データは、Sheets1 に、A 列が時間軸、B、C 列が筋電図の波形データを記録しています。それではデータを読み込んでみましょう。上に1チャンネルの筋電図データ。下に2チャンネルのデータが表示されています。整流波形のオプションをクリックすると、このように、波形が整流されて表示されます。こちらは整流されたデータの場合、移動平均の工数を選択するコンボボックスです。
このように移動平均の工数を選択すると、その工数で移動平均を計算し表示することができます。コースを増やすに従って、波形がより滑らかになっていることがわかります。それでは、プログラムの説明をしていきます。プログラムコードは2つありますが、GUI を設定した EMGPy の方は変更を加えていません。変更を加えたのは EMG サポート Py の方になります。それでは、追加した部分について説明します。最初にモジュールのインポートですが、ここでマトプロッピブを取り込んでいます。フィギュアは、グラフのすべての要素を保持する画用紙を作成します。フィギュアキャンバス TK アックは、その画用紙、フィギュアを、トキンターのウィンドウに貼り付けられるパネル、ウィジェットに変換します。次はグローバル変数の設定です。DF はデータを読み込むデータフレームです。そしてキャンバス1、キャンバス2をからの状態とします。次はメイン関数ですが、44行で initialize_GUI 関数を呼び出しています。そして、呼び出された initialize_GUI 関数がこちらになります。まず、ラベル1に読み込みファイルを入力してください。と表示します。次にエントリー1の初期値として、近電図データファイルのパスを設定します。次は60行目で、tComboBox1 に選択項目を設定します。項目は、移動平均処理なし、7項移動平均、21項移動平均、53項移動平均とします。そして、初期値を0番目の移動平均処理なしに設定します。次は、ウィジェットのイベントに関数を紐付けます。ボタン1には read underline and underline plot underline データ関数を、レディオバトン1には、on underline settings underline change 関数を、レディオバトン1 underline 1には、on underline settings underline change 関数を、tComboBox1 には、on underline settings underline change を紐付けます。それでは、紐付けられた各関数について説明します。最初は、read underline and underline plot underline data 関数です。この関数では、ボタン1が押された時に呼び出されます。エントリー1のパスから Excel ファイルを読み込み、グラフを描画します。最初にグローバル変数として DF を設定し、エントリー1よりファイルパス変数に入力されたパスを代入します。次に、変数 DF に Excel ファイルのシート1よりデータを読み込みます。次に、80行目から84行目までは、読み込んだデータに SEC、EMG1、EMG2 列が含まれているかを調べ、含まれていなければ、エラーメッセージを表示し、この関数を抜け出します。そして、これらのデータが含まれている場合は、85行目でグラフを描画する関数を呼び出しています。それ以降の記述は、エラー処理となります。次は、on underline settings underline change 関数です。これは、ラジオボタンまたはコンボボックスが変更された時に呼び出されます。またデータが読み込み済みの場合、グラフを再描画します。98行では、データがある時プロットアンダーライングラフ図、関数でグラフを描画します。次に、プロットアンダーライングラフ図、関数では、現在の設定に基づいてデータを処理し、グラフを描画、更新します。最初にキャンバス1、キャンバス2をグローバル変数として設定します。そして107行目では、データがない場合、エラーメッセージを表示し、この関数より脱出します。そして、次に元のデータを変更しないように emg1 アンダーラインプロセスドと emg2 アンダーラインプロセスド変数に、元のデータをコピーしておきます。次に116行目では、ラジオボタンの値が1すなわち整流波形の場合、データの絶対値変換処理を行うため変数 is underline rectified を true とします。そして、この変数が true の場合の処理が119行目以降となります。
119行目。120行目は、データの絶対値を取り、整流処理を行っています。次は、整流波形が選択されている場合のみ、移動平均処理を行います。コンボボックスの値を変数セレクションに代入します。そして、その値により変数ウィンドウの値を設定していきます。例えばセレクションが7個を移動平均であれば、ウィンドウを7とします。また、移動平均処理なしの場合はウィンドウを0とします。そして、変数ウィンドウの値に基づいて、134、135行目でローリング関数を使用して移動平均を求めます。このようにして、データ整形が行われた後にグラフを描いていきます。最初に140行から143行にかけてキャンパス1とキャンパス2をクリアします。そして、145行目よりはフレーム1に EMG1 のグラフを作成。158行目よりはフレーム1アンダーライン2に EMG2 のグラフを作成を行います。